2022年11月16日から30日までのお羊座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。11月16日から30日までのお羊座さんのリーディングを行います。まずこちらに光の時代というカードが出ております。合わせて玉座のカード、権力の地位というメッセージが書かれてますが、この玉座を手に入れていくために、何かしらの権力の地位を得ていくために、とても重要なメッセージを受け取っていく。しかも、この権力の地位というのは、いわゆる社会的な地位もそうなんですが、あなたが自分の能力を発揮して何か重要なことを行っていくために必要なポジションという感じがしていて、ですので、プライベートで言うと、あなたの愛を貫いていくために必要なポジションを得ていく、妻としてのポジション、夫としてのポジション、恋人としてのポジション、そういうポジションを得ることによって、あなたの生活が安定していったりとか、あなたの力を発揮しやすくなる。あとはお仕事で言うと、この時のアイデアがひらめきがきっかけで、あなたにふさわしいポジションを得ていく。それは創作活動をされている方の場合は、この時のアイデアがあなたをふさわしい地位に導いていく。そしてこのふさわしいポジションというのが、リーダーになる方もいるのかなって思ったんですけれども、もうすでにリーダー的な役割をされている方の場合も、部下が増える、仲間が増える、プライベートで言うと家族が増える。それによって、あなたのリーダーとしての能力が開花していく。こちらに、ソードの2とワンドの5も出ておりまして、その仲間が増えることによって、あなたが関わる人が増えることによって、あなたのリーダーとしての素質が試される出来事があるんじゃないかなって思うんですけれども、自分はリーダーになりたくないとか、一匹狼でいたいとか、あまりめんどくさいことはしたくないというような方も、その素質が際立つことによって、リーダーへの道に導かれていく。こちらにイーグルのカードも出ておりまして、この時起きる出来事というのは、どんな些細な喧嘩だったとしても、内輪での揉め事だったとしても、その間にうまく入ったりして、バランスを保つことによって、あなたの能力が際立っていって、そしてあなたの人生が成功に導かれていく。どんな困難も乗り越えて勝利をつかむというメッセージが書かれてますが、特にこの時の困難というのは、そういう人間関係のいざこざ、喧嘩に発展する場合もあれば、ちょっとした言い争い、ちょっとした意見の食い違いという場合もあると思いますが、そういったことをあなたの存在がうまく調和させていくことで、これからがとてもうまくいくって言われています。そういう些細なことも見逃さない人が周りにいる。それに気づいて、あなたを重要なポジションに抜擢するような人がいたりとか、そのあなたの仲裁する能力だったりとか、このイーグルの視点で物事に取り組んでいく能力、そういったことを見抜いて、あなたを称賛する人、あなたへの愛が深まる人、あなたが欠かせない重要人物だということに気づく人がいる。それでこの時、この喧嘩の中に、言い争いの中に、
とても重要なメッセージが含まれているとも言われていまして、それはその中にあなたをひらめかせてくれるような言葉がある。切磋琢磨し合える仲間がいる。この切磋琢磨し合えるようなことを通じて、恋愛が始まっていく方もいれば、あなたのお仕事の能力が磨かれる。あなたのクリエイティブな能力が磨かれる。とても日常の些細なことかもしれないんですけれども、そういった口論や対立、ライバルとの関係、切磋琢磨できる仲間との関係を通して、あなたが確固たる地位を、とても重要な地位を、あなたが望んでいたような地位を得ていくために、重要なメッセージを受け取っていく。そしてこのあなたが望んでいたようなポジションというのは、この時は手に入れるきっかけがあって、そしておそらく12月から本格的に始まっていくんじゃないかなって思うんですけれども、ご出世される方もいれば、先ほど申し上げたように、ご結婚をして、妻の座、夫の座を得る。恋人ができて、恋人の座を得る。仲間の中でとても信頼されて、お友達の中で重要なポジションを得ていく。そういうように、あなたが望んでいるポジションが何なのかによって、掴んでいくものというのは変わっていくと思うんですけれども、このイーグルのカードも出ているということで、そのポジションにつくことによって、とてもやりがいのあるものに出会える。このポジションにつくからこそできること、そしてイーグルの視点で遠くまでを見ながら広い視野で物事に対応していくことが求められるぐらい結構大変なことなんじゃないかなって思うんですけれども、ですので、この本格的に始まっていく前に休みを取ってくださいというメッセージも出ております。こちらにソードの4とエピドートのカード、自分を深く癒す。この睡眠というのがとてもおすすめなんですけれども、このカード、外お昼ですが、昼寝をするとか、とにかく自分を休ませる。忙しくて休む暇がないという方の場合は、自然と休む時間ができてきたりとか、体調が悪くなって休まざるを得ないような状況になったりとか、自然と休む時間が増えていく方の場合は、もうすぐ重要なミッションが始まっていくというサインであって、忙しくて休んでられないという方もいるかもしれないんですが、それだけ重要なミッションが始まると言われていますので、この時は休むのも仕事のうち、とにかく休める時は休んでくださいって言われています。あとは睡眠だけではなく、この重要なポジションにつくことによって、公の場に出るとか、人に見られる機会が増える方多いと思うので、美容院に行く、エステに行く、マッサージに行くなど、外側から自分を磨く、自分を癒していくというのもとてもおすすめです。人と関わることで、自分の本質に気づく、本当は自分がこれがしたいんだということに気づく、このポジションが欲しいんだということに気づく方もいると思うので、たくさんの人に会ったら、その分自分を休ませる。この休んでいる間に、その大きな気づきがある方もいると思います。それだけ人に会っていると、ものすごく疲れるんですね。その疲れを癒すためにも、気づきを得るためにも、一人の時間を大切にする。特に仲間内で喧嘩があった時とか、それは当事者になった場合でも、巻き込まれた場合でも、仲裁した場合でも、そういうような揉め事があった場合は、特に自分をいたわる時間をたっぷりととってみてください。それはお風呂に入る時間を長めにとる、読書をする、ゲームをするなど、自分を癒す方法というのは様々だと思うんですけれども、友達と一緒、恋人と一緒というよりも、一人ですることというのが、この時のあなたを深く癒していくって言われています。おそらく12月から人生を変えていくような一大ミッションが始まっていくと思いますので、目先の出来事に惑わされず、このイーグルの視点で、広い視野でその出来事を、その人間関係を眺めて、
あなたにふさわしいポジションを勝ち取っていただきたいなと思いました。それでは11月16日から30日までのお羊座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。